こんにちは、桜井です。自己紹介動画をまだ上げたことがなかったので、今回の動画では自己紹介動画を上げたいと思います。現在、ポーランドにワーキングホリデーで来ています。到着したのはだいたい1週間前くらいで、まだバタバタしてます。昨日あたりに住民登録が終わりました。でもまだ銀行口座とか SIM カードも準備できてないし、まだまだやることがたくさんあります。これからポーランド生活についての情報発信とかYouTube でも動画を出していきたいと思うので、チャンネル登録やフォローよろしくお願いします。どこから説明していいかわからないほどいろんなところを行ったり来たりしている波乱万丈な人生なんですが、まず生まれはウズベキスタン首都タシケントです。父親の仕事でタシケントにいたんですけど、私が多分1歳くらいの時にもう日本に戻ることになって、幼稚園から中学校1年生まで日本にいました。で、中学校2年生の時に2011年3月だったんですけど、ちょうど3月18日にカザフスタンに行くためのフライトで、家族、その父親の仕事の都合でカザフスタンに駐在することになってたんですけど、ちょうど3月11日に東日本大震災があって、すごい準備してた荷物とかもバラバラになっちゃって、ですごいごたごたしている時に3月18日にはもう成田からカザフスタンに行って、もう英語力ゼロみたいな感じでカザフスタンに行きました。私日本人とカザフスタンのハーフで、父親が日本人で母親がカザフスタン出身なんですけど、やっぱり日本の学校でずっと勉強してたので、日常会話のロシア語とかは全然知ってて、ロシア語も今もわかるし話せるんですけど、読み書きとかはもちろんできなくて、で英語ももちろん全然できなくって、中学校1年生レベルの英語もなんとなく分かってたけど話せないみたいな感じでカザフスタンに行って、現地の学校に行くか、イギリスのインターナショナルスクールか、アメリカンインターナショナルスクールっていう3つのチョイスがあったんですけど、初めにイギリスのインターナショナルスクール行ったら英語力が足りなさすぎて入学断られて、で結局アメリカンインターナショナルスクールに行こうって、そこしかチョイスがなかったっていうのはあるんですけど、3月に向こうに行って8月までは個人の先生を雇って、ロシア語で英語を教えてもらうっていうカオスな状態になりました。8月になんとかそのアメリカンインターナショナルスクールに入学することができて、3年間そのカザフスタンにあるアメリカンインターナショナルスクールに行って、英語ができるようになったというか、英語でのコミュニケーションも円滑にできるようになりました。すごい中途半端な時期なんですけど、高校2年生の9月編入っていう枠で日本の高校に編入して、で1年半ぐらい日本の高校で過ごした後に卒業し、アメリカの大学に直接進学することを選びました。アメリカの大学はウィスコンシン州にあるキャロル・ユニバーシティっていうところなんですけど、そこに1年滞在して、その後ヨーロッパに興味が湧いたので、ヨーロッパのチェコ共和国にあるアメリカの大学のキャンパスがチェコ共和国にあったので、そこに編入をして、で4ヶ月、1セメスター過ごしました。それでチェコのプラハで1セメスター過ごすんですが、ヨーロッパを選んだ理由として、すごくヨーロッパ内をすごい旅行がしたくて、ヨーロッパにあるアメリカの大学に編入することを選んだんですけど、
すごい出席しな大学に直接行って授業に参加しないといけないっていう制限があったり、月曜日から金曜日まで私授業があったので、結局旅行できる日が土日しかなくて、でプラスアメリカの大学だったのですごい課題が多くて、結局なんか土日もすごい課題のことで頭がいっぱいだったし、なんかフルにエンジョイできなかったので、何か方法がないかなって思った時に、学費無料で世界初めて完全オンラインのアメリカの大学があったっていうすごい奇跡的な出来事が8月に入学したんですけど、アメリカの大学に11月あたりに見つけて、もう見つけたらもうすぐにいろんな友達と話したり、アメリカ人の友達に聞いたり先生に聞いたりして、ちゃんとした大学だっていうことを確認してから編入するっていうことを決め、プラハの生活は4ヶ月で終わりました。で結局その大学では講義に行く前に自分で勉強して、で講義ではなんかその先生が読んできてって言ったところを復習したりとか、なんかディスカッションしたりっていう内容で全然オンラインでできるでしょって思ったから、そのオンラインの大学でも大丈夫かなと思って編入することを決めたんですけど、大学を退学するって決めた後に、そのオンラインの大学に行ってるとビザが下りないっていうことを大学の人に言われて、でなんかビザありでヨーロッパに入れる方法はないかなって急いで探したら、オペア留学っていうものがありました。で私アメリカの大学で1年間フランス語を副専攻にしてたので、フランスにオペア留学がないかなと思って調べたら、見事にフランスにオペア留学がありました。その後はフランスにオペア留学っていうものは3、4ヶ月くらいして、でアメリカのオンライン大学 University of the People でも勉強しながら、そのフランスオペア留学をしていました。オペア留学っていうのを簡単に説明すると、生活費とか交通費もホストファミリーに払ってもらえるので、すごくコスパがいい語学留学なんですけど、その代わりにホストファミリーの子供のお世話をしてあげるっていう、ホストファミリーにとってもありがたいし、学生の私というか語学を学びたい人にとってもとてもいい留学の方法です。それでフランスにある語学学校に通いながら、日中は UOPeople の勉強をして、で午後には時間になったら、子供たちのお迎えに行って、その後子供たちと少し遊んで、親が来るまで面倒を見てあげて、親が来た後はまた UOPeople の課題に取り組んでました。でフランスオペア留学っていうのを3、4ヶ月ぐらいした後にまた日本に戻って1年ほどUOPeople の勉強に専念していました。で2021年の8月に、見事なんとか経営学士を取得することができ、アメリカの大学4年ようやく終わりました。そして大学を卒業した後は就活をしてたんですけど、UOPeople で勉強している時に、オンラインで勉強しながらイタリア、スペインだったりっていうところを旅行しながら勉強してたので、すごくオンラインで勉強するっていう生活に慣れてしまい、仕事もオンラインがいいなと、すごく在学中にも思ってました。もちろん企業で働くっていうことも考えたんですけど、毎日何時に起きて、で何時に会社戻ってで時間が決められている生活をまたするのが考えられなくて、っていうのも UOPeople で勉強してた時は本当にすごい自分でスケジュールを決めて勉強して
勉強したり、仕事したりっていうのができたので、なんだろうどうやって私学校行ってたのかっていうのもすごく不思議になるくらい、時間に縛られたくないっていう生活スタイルが、ライフスタイルが良かったので、新卒カードっていうのを捨てて新卒フリーランスになるというのを決意しました。そして、現在は SEO ライターとして収入を得ていたり、今ブログを通していろんな海外生活だったりノマド情報の情報発信をしています。また英語、日本語、ロシア語の翻訳だったりっていうのを縁があっていろんなクライアントさんから受けています。最近始めたんですけど、ここならっていうサービスも使って留学相談っていうのも受けたりしています。で、なんでポーランドを選んだかっていうのが多分皆さん気になると思うんですけど、それも結構ブログ記事に書いたので、ぜひ概要欄からご覧ください。また別の動画で機会があればそれもね説明したいなとは思ってるんですけど、ぜひなんか知りたいっていう方は、もっと詳しく聞きたいなっていう方はコメント欄にコメントお願いします。で、とりあえず自己紹介は終わったので、現在の状況だとその2020年2月20日あたりからポーランドに来て、ポーランドのワーキングホリデービザを使ってポーランドでフリーランスとして滞在しています。久しぶりにカメラに向かって話すので、なんかすごい緊張しながら話してたんですけど、なんだろう、ポーランドってあんまり私知らなかったし、調べてからなんかいろいろポーランドの魅力とか知ることができたので、なんだろうもっとポーランドのいいところとか、その海外生活だったりとか、そういったことを皆さんとシェアできたら嬉しいなと思ってます。そういったことをシェアしてほしいっていうのがあればコメント欄にお願いします。またまた。